過酷な環境で生きてきたために人が怖くなったり、心が疲れ果てているアダルトチルドレンに厳しいことを言うのはとても心苦しいのですが、ここで言う気づいていない、変える必要があるものとは、無意識で苦手なことや怖いことから逃げているということです。多くのアダルトチルドレンは機能不全家族の中で育っているので、上手に生きるためのスキルが身についていません。さらにその後の人生でも恐怖から人を避けるためにスキルが育っていません。その育っていないスキルを自分で育てていかないことには生きやすくなりません。こんにちは、自分探しイズムです。私はアダルトチルドレンについての電子書籍作家で、現在のところ5冊中2冊でベストセラー1位を獲得しました。興味のある方は読んでみてください。概要欄にリンクを貼っておきます。アダルトチルドレンは人が怖いという人が多いですが、人が怖いとコミュニケーションが取れずに嫌われやすくなったり、仕事でも良いパフォーマンスが発揮できなかったり、無駄な緊張やストレスで心が疲れ果ててしまいます。今日は人が怖いアダルトチルドレンが少しでも対人恐怖を克服できるような話をしたいと思います。1、人が怖くなりやすい環境。2、対人恐怖は悪化する。3、人が怖い人に出る問題点。4、克服するためにすべきこと。5、ポイントの振り返り。6、すぐにできること。このような順番で話します。では、人が怖くなりやすい環境ですが、複雑な心の問題は、どんなことも複数の理由がありますが、人が怖くなる原因も複数あります。例えば、人が怖くなりやすい遺伝子もあるし、社会不安障害や広場恐怖症や PTSD などの精神的な疾患が原因で人が怖くなることもあるし、過去の体験、例えば学校でのいじめや先生からの体罰などで人が怖くなることもあります。このようにいろいろありますが、このチャンネルはアダルトチルドレン専門チャンネルですので、家庭環境が与える影響を中心に話します。一番わかりやすいのは、暴力的な親に育てられた人です。このような人は、その親をモデルに人間とはこういうものだと認識して脳が固まるので、あらゆる人が怖くなります。もちろん暴力はなくても、暴言を吐く親やすぐに怒る親も小さい子供にとってはとても怖い親です。このような親に育てられた人も人が怖くなる可能性が高まります。また、怖い親ではなくても、批判する親とか、子供を責める親や、厳しい親に育てられた人も、人はすぐに自分を批判するだろうとか、攻撃してくるだろうと感じる脳になって、人が怖くなるかもしれません。このような人は、人に迷惑をかけることをとても恐れます。他にもストレスをたくさん感じた人も人が怖くなるようです。そしてアダルトチルドレンが育ってくる環境はもちろんストレスに満ちていることがとても多いです。心が未成熟な親は相手に対する思いやりがなく自己中心的なので、子供を自分の都合のいいように操作しようとします。このような思いやりのない親だと子供は自分の欲求より親の欲求を満たさなければならなくなります。それだけではなくて、心が未成熟の人というのは
要求がものすごく大きいです。あれもしろ、これもしろ、なんでそれしかできないんだといつもイライラしています。子供にしたら、子供にできる範囲のことを一生懸命やっているのに、もっとやれ、もっとやれ、全然できてないじゃないかと怒られたり、イライラをぶつけられたりするということです。子供の本性は活発でわがままですが、このような親では、そのような本性は封印して、親に気に入られるように生きていくしかありません。これでは一人の人間として尊重してもらうどころか、親の欲求を満たす道具です。それがどんなに嫌でも、一人で生きていけない小さい子供にとっては、逃げ道はありません。逃げ道がないのだから、思いやりのない親に服従して生きていきます。子供に逃げ道がないということは、心が未成熟のために、ああしなさい、こうしなさい、こう感じなさい、感謝しなさいと要求が多い親にとっては都合がいいのです。どんどん要求がエスカレートしていきます。こうなれば子供は当然憎しみを持ちますが、親に頼らないと生きていけないのだから、その親への憎しみは意識できません。抑圧します。憎しみを意識できなくても、憎いものは憎いし、嫌なものは嫌です。憎しみを意識できないだけではなく、このものすごく嫌ということも意識できません。毒親のもとにいる子供は、このニッチもサッチもいかない状態です。これはものすごいストレスです。次に、心理学者のシュテファニー・シュタールの本当の自分がわかる心理学から引用します。誕生後の2年間でストレスをたくさん感じた子供、思いやりのないケアをされた子供などは、生涯にわたってストレスホルモン値が標準値よりも高くなることが証明されています。大人になってからもストレスを感じやすいということです。とのことです。続いて、心理学者で脳科学者の乾俊夫先生は、ストレスホルモンと呼ばれるコルチゾールの過剰分泌が続くと、脅威への感受性を高めることが知られています。ストレスの長期化で脳がより恐怖を感じやすくなってしまうと、脳科学はウェルビーイングをどう語るかという著書の中で述べられています。つまり、ひどい環境の中で育ってきた人は、大人になっても普通の人よりストレスを感じやすい脳になっています。そして、ストレスを感じ続けていると、恐怖を感じやすくなるということです。このようなひどい環境で愛されずに育ってきた人は、他にも心が成長せずに依存心が強くなるし、自己肯定感が低くなります。依存心が強ければ強いほど一人では生きていけないのだから、人に嫌われるわけにはいきません。人に嫌われることがものすごく怖くなります。また、自己肯定感が低く心の底で、自分はひどく劣っていて恥ずかしい存在と感じていると、その低い自己肯定感を通して傷つきやすくなるので、他人の評価や人の目が怖くなります。このようなことから、アダルト・チルドレンは人が怖い人が多いのです。では、このように人が怖いとどうなるか、続きを見ていきましょう。人が怖いと自分を追っ
って周りに服従することになります。本心を偽って周りに服従して生きていれば憎しみを持ちます。憎しみを抑圧しているといろいろ問題が出ますが、その一つは、人は自分が相手を憎んでいると相手が自分を憎んでいるように感じてきます。自分が相手に敵意があると相手がこちらに敵意があるように感じます。そこでちょっとしたことでも相手に攻撃されるような気がしてきます。そこでさらに人が怖くなります。そして人が怖ければ怖いほど前もって身構えるので、トラブルが起きる可能性を割り増しで予測します。例えば相手を恐れていれば恐れているほど、相手の無表情を怒っていると間違って解釈しやすくなります。怯えれば怯えるほど間違っていても相手を怖い人と感じてしまいます。まだ続けるなら、人が怖いとコミュニケーションは無理です。コミュニケーションができなければ、どんどん人が怖くなっていきます。このように対人恐怖は時間とともに薄れるものではなく、恐れていれば恐れているほど悪化していくものです。次は小さい頃の環境が悪くて人が怖くなった人に出る問題点を考えておきましょう。極端に人が怖い人は職場でも良いパフォーマンスが発揮できなくなります。周りは味方と思っている人と、周りは自分を攻撃してくると思っている人とでは、精神的な疲労度が比べ物になりません。いつも精神的に張り詰めて疲れ切っている人は夜も眠れなくなるし、良いパフォーマンスも発揮しづらくなります。また、自分に自信が持てなくて、自分と一緒にいても相手は退屈だろう。自分と一緒にいると相手は不快になるだろう。このように怯えている人は、相手を現実以上に高く評価し、自分を現実以上に低く評価してしまいます。つまり、相手はちゃんとしているのに自分はおかしいと感じてしまいます。例えば、沈黙があれば、自分のせいだと感じるということです。こうして自己評価もどんどん下がります。他にも人が怖い人は、その場をなんとか乗り切ること、早く逃げることしか考えていないので、相手と親しくなろうという意識は生まれません。だから親しい人はできないし、心の触れ合いがないまま生きています。そして親しい人がいなく、心の触れ合い体験がない人ほど自分を犠牲にしすぎる傾向があります。親しくもなく心の触れ合っていない相手なら嫌われてもいいと思って良さそうですが、このような人はそのようには思えません。小さい頃から疎外感や孤独を感じて傷ついているので、親しくもない人にさえ嫌われることを怯えます。そこで嫌われないようにとことん自分を犠牲にし、相手の言いなりになりますが、自分の方は些細なことも相手にお願いをしません。してもらうこととしてあげることとのバランスがおかしいです。例えば自分はシフトを変わってと頼まれればポンポン変わるのに、自分の方は用事が入ってもシフトを変わってとはお願いしないかもしれません。シフトを変わってとお願いできないので、直接店長に明日休ませてくださいと言ったとします。
すると店長が他の人に、明日〇〇さんが休みたいそうなので代わりに出れる人いますかとみんなに聞いたとします。そこで周りの人が、明日そんな急に言われてもね、誰が休むのなどと言われると、とてもすごいことが起こっているように感じるかもしれません。本来こんなことは何でもないことです。気にする必要のないことです。でもこのような人は、このようなことをずっと気にしてしまいます。このように自分を犠牲にしてものすごく相手に気を使っていますが、相手への思いやりから気を使っているのではなくて、嫌われるのが怖い、孤立が怖いという気の使い方なので、ものすごく相手に気を使っているのだけれども、相手にはなんか冷たいなぁと思われてしまうことが多いです。人が怖いと相手に尽くしても感謝されるどころか嫌われやすくなるということです。では、ひどい環境で育ってきたために人が怖くなってしまった人はどのようにしていけばよいか考えていきましょう。まず、人が怖いことを自分は弱い、自分はダメ人間のように解釈しないことです。ありのままの自分を恥じている人は時に人が怖くなります。このような人にとっては相手が怖いのではなくて本当の敵は自分です。自己肯定感が低いから自分で自分を責めています。アダルトチルドレンで今人が怖い人は人が怖くなるような環境で育ってきたからに過ぎません。だからありのままの自分を受け入れる努力を始めましょう。そうは言っても自己需要はありのままの自分を受け入れようと思えば簡単になされるものではなくて、腑に落ちるまでには時間と努力が必要です。ですが、その時間を短縮するために決意をしましょう。この自分で生きてやるという強い決意です。この自分は嫌だ。なんで愛されなかったんだ。なんでこんな自分になってしまったんだ。と言っているのは自己否定をしているのと同じです。散々寄り道したけど、もうこの自分でいい。この自分で生きてやる。と強い決意ができたら、ありのままの自分を受け入れているということです。そして自分で自分を責めるのではなく、絶対的に自分の味方になりましょう。絶対的に自分の味方になるには、依存心が強すぎると無理です。依存心が強すぎると、どうしても人に嫌われないように、人の気持ちを優先にして、自分の気持ちをないがしろにしてしまいます。依存心も一瞬で克服できるようなものではありませんので、時間をかけて克服していく努力を始めましょう。まずは、冷たい人には嫌われてもいい。嫌いな人には嫌われてもいい。冷たい人や嫌いな人の気持ちより自分の気持ちを大切にするぞと決意しましょう。忘れないように何度も何度も決意しましょう。依存心の克服の仕方はアダルトチルドレンの依存心直し方などの動画を参考にしてください。それから人が怖いからといって周りに服従していても恐怖は薄まりません。むしろ服従していれば服従しているほどどんどん他人の顔色に敏感になり、どんどん人が怖くなります。そしてストレスや憎しみもたまります。
ストレスや憎しみも人が怖くなる要素なので、服従はいいことありません。どうすればいいかというと、コミュニケーションを取ることです。コミュニケーションが取れていると相手が怖くなくなります。周りに服従して自分を守るのではなく、周りとコミュニケーションをとって自分を守りましょう。そうは言っても、アダルトチルドレンはコミュニケーションを取ることが苦手な人が多いし、人との間に壁を作って自分を守っている人が多いので、コミュニケーションを取りましょうと言われても耳に入れないかもしれません。これはそうしないと生きてこられない環境で生きてきたということです。怠けていたり甘えているのではありません。むしろ簡単な人生を送っている人よりはるかに努力して頑張って生きてきています。そりゃ心が疲れ切って当たり前です。ゆっくり休んで自分をいたわってあげてください。ただ問題点は、この生き方は小さい頃に身につけた生き延びるための手段です。毒親対策の生き方なんです。でも人は無自覚で生きていると、一度身につけた生き方をずっと続けます。大人になったのであれば、自分の心の姿勢を点検して変える必要があるものに気づいて変えないと生きやすくなりません。過酷な環境で生きてきたために人が怖くなったり、心が疲れ果てているアダルトチルドレンに厳しいことを言うのはとても心苦しいのですが、ここで言う気づいていない変える必要があるものとは、無意識で苦手なことや怖いことから逃げているということです。多くのアダルトチルドレンは機能不全家族の中で育っているので、上手に生きるためのスキルが身についていません。さらにその後の人生でも恐怖から人を避けるためにスキルが育っていません。その育っていないスキルを自分で育てていかないことには生きやすくなりません。どうせ無理だから、あるいは怖いからと完全に引いてしまうのではなくて、苦手なことも恐怖を感じる状況にも少しずつ段階的に慣れていくことで、苦手なことや恐怖を克服していく必要があります。この少しずつとは自分で調節していいんです。怖くないことから始めていいということです。例えば、いきなり入社したばかりの会社の上司とコミュニケーションを取るのは難易度が高いです。でも、学生の頃仲良かった人ともう一度会ってコミュニケーションを取ろうとするのは、それほど怖いことではありません。このように、それほど怖くないレベルから少しずつ自分を育てましょう。もちろん心が疲れ切っている時には無理ですが、ゆっくり休んで人生のどこかで気力が湧いてきた時に逃げずに取り込む姿勢はとても大切です。このようにスキルを育てていく必要もありますが、もう一つ認知の歪みも直していく必要があります。認知の歪みは人によって違いますが、例えば怖い親に育てられた人は、その親をモデルに人間とはこうだという認識を作るので、あの人もこの人もその人も怖く感じるかもしれません。ものすごく怖い父親に育てられた人が男性の上司を怖く感じるということはありがちだし、逆に母親に対する恐怖感を抑圧している人などは女性を恐れるかもしれません。
ここで言っている女性を恐れるとは、殴られるとか蹴られるという怖さではなくて、責められるとか、満足させないと怒られるみたいな恐れです。このような恐れを持っている人は、案外自分が女性を恐れているとは気づいていないのですが、無意識ではものすごく恐れていて、女性と親しくなれない人もいます。意識では親しくなりたいと思っているけど、無意識では恐れているので、親しくなる行動を起こさないというようなことになりがちです。どちらも親が怖かっただけなのに、すべての人を怖く感じています。これは認知の歪みです。また、自分は欠点があるから、どうせ自分は嫌われる、攻撃されると、完全でなければ受け入れてくれないだろうと決めつけている人がいます。相手をじっくり調べて、そのように結論を出しているのではなく、ろくに調べもせずに、すべての人は自分に優しくないと決めつけています。これも認知の歪みです。あるいは、人が怖くて人を避ければ避けるほど人は自分に攻撃してくると感じます。例えば、人が怖くて誘いを断った人は、今頃みんなは私が行かなかったことを怒っているだろうのように考えがちです。人が怖くて身構えれば身構えるほど恐怖を割り増しにしてしまいます。これも認知の歪みです。人が怖いと言うけど、認知の歪みがある場合、その恐怖は現実にあった恐怖であるとは限りません。むしろ現実的には恐れなくていい状況で恐れを感じていることが多いです。自分にはどのような認知の歪みがあるのかがわかると、それだけでこの恐怖は間違っているかもしれないと思えるし、その歪んでいる認知を直す準備が整います。あとは時間をかけて認知の歪みを直す努力をしていきましょう。アダルトチルドレンの認知の歪みの直し方などの動画を参考にしてください。では、ポイントを振り返ります。怖い親に育てられた人、責める親や厳しすぎる親に育てられた人などは、その親との体験をもとに、人は怒ると何をするかわからない、自分は責められる存在というような感じ方を作るので、人が怖くなりやすいです。また、愛されずに育ってきた人は、依存心の克服が難しかったり、自己肯定感が低くなりますが、依存心が強かったり、自己肯定感が低いことも人を怖くさせる原因の一つです。一人では生きていけない依存心が強い人は、人に嫌われることはものすごいダメージになるし、自己肯定感が低いと、人の評価や批判がものすごく応えるので、そういった意味で人が怖くなります。また、大体において、怪我は放っておいても自然治癒力で良くなっていきますが、心は放っておくと悪化することが多いです。人が怖いというのも放っておくと悪化します。例えば、人が怖い人は自分を犠牲にしたり、人に服従して自分を守ろうとしがちですが、怖くて人に服従していると、ストレスや憎しみが溜まって余計に人が怖くなります。自分が相手を憎んでいると、相手を敵と感じ、相手に憎まれている、相手は攻撃してくる存在、このような錯覚を起こすからです。さらに人が怖い人は、怖いと警戒心が強くなり、人とコミュニケーションが取れませんが、コミュニケーションを取らないとさらに人が怖くなります。自分を犠牲にしたり、人に服従して自分を守るのではなくて、
どうにか少しでもコミュニケーションをとる努力をしましょう。同時に依存心を克服する努力や自己肯定感を高める努力も必要です。まずは、この自分で生きてやる。人を幸せにするのではなく自分を幸せにすると強い決意をしましょう。そして小さい頃の環境が悪くて人が怖くなった人のほとんどの問題は認知の歪みです。例えば今面と向かっている人を親と同じ感じ方をする人だと思っていたり、すべての人が自分を攻撃してくると思っていたり、恐怖や嫌われる可能性を現実以上に割り増しで見ていたりします。このように全ての人に嫌われると感じるのは、根っこに自分は嫌われる存在というフィルターがあって、それを通して世界を見ているからです。つまり、あなたが嫌われる存在なのではなくて、親が人を愛せない人だったということです。このように聞いただけでは何も解決しません。自分が嫌われる存在なのではなくて、親が人を愛せない人だった。これを確信できるような出来事を探しながら生きていきましょう。証拠探しはめんどくさいというより怖いです。怖いと人は無意識で逃げます。だからアダルトチルドレンは無自覚で生きていると治りません。どこかで怖いことにも立ち向かう必要があります。では、すぐにできることのコーナーですが、このコーナーは動画の一番最後にその日話した内容の中ですぐにできることを考えてから終わることにしています。今日の内容のすぐにできることは、人と面と向かっている時の意識を変えようということです。さっき対策のところで少しずつコミュニケーションを取る必要がある。難易度は自分で調節していいと話しました。コミュニケーションを取る相手に難易度が低い人を選ぶことも大切ですが、難易度の低い相手を選んでも、コミュニケーションのスキルが育っていないアダルトチルドレンは何を話せばいいかわからないと思います。こうなると自意識過剰になって、うまく話せない自分は変に思われている。相手は自分と話していても退屈だろうな。相手に迷惑をかけている。など、いらない気遣いをして萎縮してしまいます。そうであれば、いきなりペラペラ話すコミュニケーションを目指すのではなくて、難易度を下げて、自分の意識を変える努力から始めましょう。この人と話すことを楽しもう。この人と一緒にいることを楽しもう。と前向きな意識になるだけでも、相手に与える印象は全然違います。どんなに相手に気を使っていても、この人から早く逃げたい。この人と一緒にいる時間は苦痛だなと思っていると、相手に不快感を与えることがあります。相手に気を使いながらも、この人から早く逃げたいと思っている時より、別に相手に気を使っていなくても、自分が楽しもうとしている時の方が相手に不快感を与えません。このように意図的に相手と接することができれば、無意識で逃げていた時よりはるかに進歩しています。そして再三述べてきましたが、依存心を克服することや自己肯定感を高めることも大切です。甘えや依存心を克服しようや自己肯定感を高めようという再生リストも参考にしてください。また、他人に服従していても自分を守れないだけではなく、
どんどん憎しみが溜まって、どんどん心が疲れ果てて、最後は心が壊れてしまいます。他人に服従するアダルト・チルドレンの直し方という動画も参考にしてください。動画のすぐ下の概要欄にリンクを貼っておきます。では仲間の皆さん、よかったら高評価、チャンネル登録をお願いいたします。バイバイ。